ん。じゃあ、こっちだ。そしてゆりか、こっちだ。はい、ババンババンバンバアビバビバビババランババンバンバアビバナナババンババンバンバアビバビバビバババンババンバはービバババン。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにカリカリとかつお節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方はぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、三毛猫のたまちゃん、チャトラのまさるくん、白茶のゆりさん、画面に収まっておりませんが、グレーのグーちゃん、白黒のクータくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。今日も一つ残っておりますが、きれいに食べましたね。ちょっと涼しくなって、やっぱり食べるのな、ちょいちょい今日もあげてたけど、結局ペロッと食べたもんな、お腹空いてたもんな。はい。で、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では行きますよ。せーの。ジャスティスたけしジャスティス今日は塩入りの水。はい。今日は冷たくもあったかくもね、水でございますよ。さっきポットの中に入ってたお湯は全部、使い切ってコーヒーで飲み干しましたっていう感じ。まあ、氷はあるんだけどね。今日はなんかさすがにもうなんか冷たい水っていう気分でもなかったので、氷は入れずに普通に水にしましたよっていう感じ。そうで、水でね、
うちは浄水器、トレビーノの浄水器を蛇口のところにつけてるんだけど、それがさ、PFAS だか PFOA だか、昨今、話題になってる、問題になってるやつが除去できるのかどうなのかっていうのは分かんなかったわけよね。で、今後ね、浄水器どうしていこうかしらなんてふうに思ってたんだけれども、なんかやっぱり高いやつつけないと、その辺は解決できないのかしらと思ってたんだけど、どうもね、トレビンノの、浄水器で、その PFAS だか PFOS だか、忘れたけども、その辺がなんかね、除去できることが確認できました、みたいなことが書かれたんで、そうかと思ってね。で、しかもほら、うちは古いマンションだから、高い方のね、カートリッジをさ、もうね、泣く泣く買っていたんだけれども、ね、マンションの水道管を取っ替えたんでな。なので、はい。だからもう高いのじゃなくても大丈夫そうと思ってたけど、その PFOS とか PFAS とかが、東京がね、どうかなっていう、東京こそさ、水の問題はなんか、あんまりなっていうふうに思ってたんでね、なんかちょっとなって思ってたんだけども、そのトレビーノのカートリッジで大丈夫そうなのでね、今後も使い続けていこうと、今朝は思った次第でございます。皆様は浄水器つけられておりますでしょうかみたいな。はい。テンタマさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。今日は本当にネタないけどどうする今日もというかな。今日は本当にネタないけどどこにも行ってないよ。農協だけ行ったから一応な、ちらっと。覗いたけど買いたいもの何もなかったので、みたいな、そんな感じよ。てんたまさん、東京の水って、やっぱりそのままでは、飲みにくいですか？ゆりか、せっかくだ、一応敷物の上、スレスレのところでしてくれたな。大丈夫だ。大丈夫。せっかく敷物してもさ、スレスレで外してくれるのよね、うまいことね。上手にさ、どうしてそんな技が使えるんでしょうかっていうくらい、上手に外してくれることが多いんだけど、今回はちゃんと、敷物の上にスレスレのところでしてくれて助かったよ。今日はね、ぐーちゃんもね、おしっこね、ちゃんと一人で上手にね、トイレの中にね、できたんだよね。久々に珍しく。助かったよって感じな。もうずっと天気悪くてさ、ね、洗濯物が干せんだか干せねえんだかみたいなさ、感じなんでな。なんか明日は晴れそうだ、明日は洗濯できるかと思ってもさ、いざ当日になるとなんか雨降りそうな感じだし、っていうか雨降ってるしみたいな感じなんでさ、ね、あんまりね、あら、かわいい。かわいいね、男二人で、アマゾンの箱に入っもうね、ほら、カメラ向けるとさ、抹茶すぐに聞くんぎちゃん残念だな。クータと抹茶が今さ、アマゾンの箱にさ、入ってたわけよ。かわいい。かわいかったんだけど、取れなかったよ。よしーさん、ナイスパー。ありがとうございます。テンタムさん、CM。やっぱり扇風機止めた暑いんだな。さっきなんか扇風機ついてて、さすがにちょっと今日は涼しいかと思って止めちゃったんだけどさ、止めちゃったんだけど、この時間な、扇風機ついてないと、ちょっと暑いな、まだなっていう感じだな、今日はな。よっしーさん、ナイスパー、ありがとうございます。つぶやき藤子の方でスパチャする間もなく終了したので申し訳ねえ。
そう、だから今日の動画がさ、アップロードがね、うまくいってなかったわけよ。で、と思って。で、その概要欄のところもさ、タイムスタンプっていうの、その動画編集してるところの、時間を見て、で、あそこを書き込んでるわけよね。なのにさ、後日アクセスしてみたら動画がね、アップロードできませんでしたってなってて、とかって思って、で、ギリギリ、まあ、まだね、ゴミ箱の中に入ってて、ゴミ箱からにはしてなかったんでね、動画自体はさ、再アップロードできたんだけど、ただその概要欄のところはさ、別にわざわざ他のところに書いて、それであそこに載せてるわけじゃなくて、あそこに直接書いてるだけなんでね、それがもうね、わかんなかったんでね、だから今日はどんくらい時間かかるのかっていうのが、ちょっとわからない動画でね、すいません。申し訳ねえ、みたいな感じだったな。テーターさん入っちゃいました。そうなんだよ。結構にゃんこね、一気に食べるとさ、勢いで入っちゃうわけよね。で、なんか水飲むで食べた後にちゃんとさ、ちゃんと水飲むのは偉いんだけど、その飲んだ水でなんか、えずくのかなんか知らんけど、結構ね、もう、ウェッティな、さ、ゲロに吐いてくれるんだよね。だからもう処理が大変なのよ。てったまさん、ヨッシーさん、ニャイスーパー。猫走ってたな。写真逃げたな、まーちゃんな。走ってたのはさっきだ。だいぶ前だな。ヨッシーさん、そのままで飲めると思いますが、浄水して飲んでますね。そんな感じよね。だからまあ、世界と比べれば日本の水はね、まあ、いろいろと薬品が入ってるおかげでさ、病気にはならないっていうか、食あたりみたいなね、そういう病気にはならないんで、まあ、安全といえば安全なんだけどな。まあね、入ってる薬がどうですかっていうことよな。パギタンさん、ニャイスパテンタマさん、カニタンさん、こんばんは。どうしたよ、ビタ。ビタ、膝の上に中途半端に乗っかってるけどな。かわいいな。まあ、おしっこも、ゲロも散々したんで、もう出るところはないだろう、おそらくだ。それを信じて、いいよ、ここにでも。みたいな感じだな。で、あれか、水の話、東京の水。東京の水ね。まあ、その半導体の工場があるところって、どこなのか私調べてないんでわかんないんだけど、まあ、とにかく半導体の工場があるところの水は、やばいからね、PFAS が含まれてるんでね、そこは絶対に、まあ、高い浄水器になるのかわかんないけどね、それが除去できるのをね、つける必要があると思うんだけど、東京あんまりよくわかんないんだよ、その辺ね。調べてないんで、まあ、でも闇が深そうじゃん、東京でさ、いろんなことさ、なんでな、みたいなとこがあって、で、まあ、あとは基地だよね。アメリカの基地があるところの水がやばいんでさ、そう考えるとね、横田基地がまあまあ近いじゃんか、東京ってさ、そう考えるとな、みたいなとこがあっかなっていう感じ。えーっと、カニタンさん、こんばんは、ジャスティース。ありがとうございます。てんたまさん、こちらも一応浄水器つけてますが、ついつい、切り替えることなく普通の水を飲んでます。あ、そうなの。そうなんだな。ね。で、なんだったっけ、浄水器の話、農協か。農協今日、葉大根だったな、野菜はな。なんかもう、葉大根ばっかりだね。葉大根と、あとは、なんかあったっけな。
なんか、さつまいもだ。最近はさつまいもなんだけどさ、なんかやたら巨大なさつまいもなんだよね。やたら巨大でさ、で、300円とかするわけ。ちょっと300円はいくらでかいとはいえ、300円はちょっとなぁ、みたいな感じでね、今日もスルーして参りましたっていう感じよ。で、今日はスーパーにも行かず、で、最近知ったんだけど、あんまりね、詳しく調べてなかったんだけど、その5と0がつく日は、楽天カードを使うと、なんかポイント山分けだかなんだか忘れたけど、なんかしらキャンペーンあったみたいでさ、あ、そうなんだと思って、で、5がつく日ってと思って、あ、今日かと思ってね、だから今日楽天カードを使ってお買い物500円以上するといいのかと思いつつさ、雨降ってたから、今日は行かなかったな、みたいな感じ。そう、雨降ってたからね。農協はギリギリさ、降ってない時間に行けたんだけどね。そうで、農協で思い出したけど、そのアマゾンの、今入ってたアマゾンの箱さ、届いたのがさ、昨日だったんだけど、で、昨日午前中、午後、その荷物が届く予定だったんで、まあ午後は家にいないとなと思ってたわけよ。アマゾンじゃなくてね、アマゾンはほら、いつ届くかっていうのは知らんけどっていう感じだからさ、他の荷物がね、午後に届く予定だったんで、今日は午後からは家にいないとなって思ってて、で、午前中にさ、まあ、農協なんか本当家のそばだからさ、近所だからさ、ちょっと行って、で、覗いて、買いたいものあるかな、どうかなって見て、で、ないなとかさ、まあ、あれば買って、で、帰ってくるみたいな。もうほんと、ものの5分もあるかないかみたいなさ、そんな時間にもかかわらずよ、そのタイミングでさ、アマゾンが届いてさ、で、ね、なんだっけ、不在評価を、またするんかい。もう今日は何回かけられるんだいこのライブ中に。もう何回選択しても、ねえ、だから天気悪いんだからさ、勘弁してほしいわけよね。ギリギリだから、ここさ、シーツ敷いてあるわけよ。シーツ敷いてあるにもかかわらずさ、おしっこシャーって発射するのがさ、私の上っていうさ、どうしてそういう最悪なことになってるんですかね。いちいち何回も着替えなきゃいけないね。なんかお姫様みたい。一日に何回も着替えなきゃいけないの。お姫様みたいよ。どうだっけ。よしさん。今は正月帰省の宿、8連泊を探してますが、へえ、福岡でもインバウンドで高いのですが、福岡独自の朝食付き格安のホテルがあるので多いな。そこにも、半分の4泊は泊まろうかと計画中です。いいなぁ。いいなぁ。楽しそうだなぁ。ね、8連泊なんかしたことないな。ねえ、てんたまさん、忙しいやね。もうさ、瞬間でするからさ。瞬間でするんでな。また来たよ、より。ね、また来たね。てんたまさん、8連泊はしたことないですね。ね。最高、そう、最高3泊か。3泊あったっけ。ああ、あるか。修学旅行で3泊4日だったっけかと思うよね。だから、小学校が2泊3日か。で、中学が3泊4日だったっけ。なんかそんな感じだった気がするけど、だからそれが最高かな。ね、自分で出かけた旅行では、ね、2泊3日が最高かなっていう感じ。あれだ、沖縄のな、合宿。
沖縄の合宿が2泊3日だったよな、確かっていう感じ。それが最高かなって思うね。だから、プライベートで3泊したことはないね。いいな。正月っていうだけでね、高そうだけど。で、今なんか、宿泊税っていうのがあるらしいじゃんか。全然知らなかったんだけど、自分が宿泊しないしね。で、なんか東京に宿泊する場合は、宿泊税っていうのがなんかかかってたらしいんだよね。知らなかったんだけど、いつからか知んなきゃ結構前から宿泊税っていうのがあったみたいで、で、ほら、今、ね、名古屋の空港の動画をさ、絶賛、編集中なので、まだはねの。絶賛編集中なのでさ、なんか昨日で、なんか宿泊税が、なんだっけ、10月からだったっけ、いつから、来年の1月からだったかな。なんか、始まりますみたいな。だから宿泊するなら、今がお得みたいな感じのが書かれてるのがあって、で、と思って宿泊税って思って調べてみたら、なんかどうも東京はずいぶん前から宿泊税っていうのがかかってたらしいんだよね。で、そうやってさ、その福岡だったり、結構人口が多いところは、なんか次々とその宿泊税っていうのが、なんか導入されてるらしいんだよね。なんか東京の次は京都かなんかでね、なんか導入されたらしくて、いや、なるほどね、と思って。ってことは外国人からまあ、お金取ろうっていう感じかなっていうふうに思ったんだけど、まあ、長崎とかもね、なんか宿泊税がかかってたらしくってさ、そうなのかと思って。じゃあもう今後どん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 いろんなところでね、宿泊税、それこそなんだ、福岡なんかはさ、もう宿泊税とかね、導入されてそうだから、それでね、なんか高いっていうのもありそうよね。で、でもさ、修学旅行が最長、はい。最長ですよ。ね、自分で、なんだ、宿泊する旅行なんか、だから本当旅行なんか行ったことなかったわけ、今まで。ずっと旅行なんか行ったことなくて、で、その旅行系 YouTuber になりたいと思って。で、ね、旅行するようになったのがきっかけなんで、そもそもは旅行する人じゃないわけよ。だからどこに何があるのか知らないでお出かけしてるので、だから的外れなところに行ってるみたいだよね。だからまあ、チャンネルが伸びないチャンネル伸びないらしいっていうことが判明したんだけどさ、どこ行っていいかわかんないんだよね。勘が働かないんだよね。こんな感じチャムリーさん、東京。ヨッシーさん、8連泊は私も初めてでそう。仕事で5泊はあります。そっか、でもあるか。9日間ぐらい、アメリカにいたんだ。だからそれがあるか。だからそれが8連泊ぐらいになるのかな。なんか多分そうだと思う。10日は行かなかったんだよね。多分9日間。だから、8泊9日っていうのかだった気がするんだよね。そのロサンゼルス行った時がさ。だから、最初、初日はまあついて授業ないじゃんみたいな。で、最終日も授業あった最終日授業なかったわかんないけど。だから授業は7日ぐらいしかなかったんじゃねえかみたいな、感じか。それがだから最長か。ね、でもほら、プライベートじゃないっていうか、ほら、自分で好き勝手にね、楽しむための、なんだ、旅行じゃないっていうの、学校の授業付きだから、ずいぶんおしっこ出るな。ちょっと、もうこのライブ中に、ゆりたにおしっこを3回引っ掛けられてる私って何なんですかね。ゆりちゃん専属のトイレですか。あと寝るだけなのに、またお着替えしなきゃみたいな感じじゃんかな。で、
まあでもそう、だから日本だったらさ、いろいろわかるから楽しいと思うんだけどさ、まあアメリカじゃさ、一人で出かけらんないっていうの、まあ土地勘もなければ一人での行動もできなければ言葉もわからないしっていうので、まあなんかほら、もう全然なんだろう、自由度が全くないっていうのかな。で、まあ唯一というか、まあちょいちょい楽しいかな、みたいのが、まあ夕飯時も最初の頃はね、なんかどこに行っていいかわかんなかったんだけど、なんか近くに、中華料理屋さんがあるよ、みたいな感じで、で、結局毎晩ね、そこに行くことになったんで、で、その帰りかなんかに近場のお店に入って、なんかちょっとお買い物する的な感じが少し自由がある感じだったかなみたいな。だね。ーっで、ダマさん、8連泊だと服の用意も大変そう。ああ、確かにね。まあ、私はだからね、他の人に比べて荷物がまあ少なくてびっくりする。着替えをね、あんま持ってかないんだよね。で、ほら、下着だけ、ね、枚数持ってって、泊まる日数分だけ持ってって、あと、まあ、上は、ね、まあ、そんだけ8連泊とかだとね、ちょっと荷物はね、少し増えるとは思うけど、まあね、2泊3日ぐらいだったら、まあ、着替えは1着持ってくかな。1泊2日だったら着替えは持ってかないって感じだな。吉井さん。アメリカは物価がラーメンなど3000円以上するらしいですね。今、そうみたいだよね。で、まあ、それが当たり前になってきてると。ただ、そうは言っても、その時給がいくらなんだっけ？ 5000 円ぐらいだっけ？日本円で言うと。で、まあ、時給が5000円でラーメン3000円だったら、まあ別にっていう感じらしいよな。ただまあ、なんかアメリカはそのチップ制度があるから、チップがなんかどうも高いんで、いよいよアメリカもチップ制度がなんかなくなりつつあるらしいんだよね。さすがに払えんっていう話で。なんかコンビニの100円コーヒー買うのに、なんかチップ1000円ぐらい払うみたいな、なんかそんくらいらしいんだよね。いや、それはさすがにそれはさすがにちょっと払いたくねえよなって感じなんだけど、なんかそんな感じらしいんで。で、もうね、嫌だ、払えないっていうことになって、なんかアメリカ人も最近、チップをね、なんか払わなくなってきたっていう動画を見たよ、この前な。えーっと、てんたまさん、そうですね。今だと円安で海外旅行するともう大変ね。そうなんだよね。だから、プライオリティバスの下りがあってさ、まあ確かに。まあ確かにな。プライオリティパス作ったしね、みたいなね。で、いざとなったらすぐに海外に行けるようにと思って、パスポートだけは用意したんだけど、ただ、まあ、英語わかんないっていうのがかなりのハードルでな、ちょっと海外旅行は、ね、行く気になれないんだけれども、そこに来てまたこの円安な、絶対無理じゃん。絶対無理よねっていうとこよな。チャムリーさん、宿泊税、東京へ遊びに行ったら、寝泊まりは千葉か埼玉。ね、わかんないけどね、ただその東京で宿泊したこと。あ、でもその宿泊税について調べたときに、一泊が素泊まりで1万円以上する宿泊の場合に課せられるっていう話だったんで、だからまあ1万円未満であれば、東京でも、あれ、宿泊税はかかんないんじゃないのか。ただまあほら、最近すげえ宿泊費が高いんでね、
1万円未満で泊まれるところが、まあね、そんなにないかもしれないけど、でも探せば多分あるんじゃないかと思うんだよね。テントマさん。もう日本経済は回復しないのか、はい、しません。下降の一途でございます。下降の一途でございますからね。お金は今のうちにじゃんじゃん使っておいた方がいいかもしれないよ。テンタマさん、チャムリーさん、賢いですね。確かに。えっと、千葉か埼玉か。そうだ、東京から千葉って、アクセスがなかなかね、だからそう考えると埼玉がいいのかな。あんまり埼玉方面に行く機会がないっていうか、なんだろう、交通の便なのかな。あんまり埼玉の方には行かないんだよね。で、千葉に、あれか、観光する場所かな。観光する場所が、私が好きなのが、海に行きたいっていうので、そうすると、あれか、千葉に行くことが多いっていうことなのかもしれないな。千葉に行くたんびにさ、その交通費がなと思って、行きづらいっていうのかな、こう行く。高速バスで、ね、アクアラインで行けばっていうのがあるんだけどさ、電車だとこう行かなきゃならないっていうのがあって、なかなかなっていうのがあるんでさ、東京と千葉ってあんまり近くないよなって思うわけよね。そうすると、だから埼玉の方のが、利便性的にはいいのかなって思うよね。天玉さんは読んだ。チャムリさん、賢い。関西の場合、これからの紅葉、そうだ、紅葉シーズンだもんね。そうだよね。紅葉シーズンは、京都や奈良で泊まらず、大阪に泊まるのが賢い。へえ、なるほど、そうなんだ。京都、奈良で紅葉を見ようとしたら、大阪に泊まればいいんだ。あれじゃない、大阪も宿泊税とかありそうだよね。そういう人が集まる場所ね。にはなんか導入されてそうな感じだけど、まだ始まってない感じなのかな。だから多分東京がなんか最初に導入したみたいなんで、で、それに右に習えみたいな感じで、京都、だから京都、大阪っていう感じで導入されてんじゃねえかなって思ってたんだけどね。あれか、1万円未満の、ホテルなら、大阪なら結構ね、あるかもしれないね。天玉さん、大阪まだないですね。ああ、そうなんだね。ね、だからこの前のセントレアだから、名古屋か。名古屋はね、来年からかななんか導入されるらしいんでね。天玉さん、ビジネスホテルならですが、そうそうそうね、だからビジネスホテルだったら、多分1万いかないんじゃないかと思うけど、わかんない。最近ほんとホテル高いみたいだからね。なんかってなるよね。そう、だからこの前、動画、音声、2ちゃんまとめみたいなさ、動画をさ、ね、聞いてたんだけど、それで言うと、なんか、日本人が、旅行しなくなった理由が、なんかこれでわかるみたいな動画だったんだよ。で、へえ、そうなんだ。日本人旅行してないんだと思って、高いといえば高いけどさ、でもみんな旅行ってさ、結構なんかするじゃんか。だからお出かけしてもさ、だから、結構みんなね、外国人ばっかだなとは思うけど、でも日本人もいるし、で、だから結構みんなね、旅行するもんだな、なんてさ、に思ってたんだけど、日本人旅行してないのって思って、高いっちゃ高いけどね、って思ってたんだけど、なんかもうその旅行系の、YouTube の動画でなんか旅行行った気分になれるので、なんかもうそれで OK ってことらしいんだよ。そうかなと思って、なんか私はその旅行の動画を見ると、興味深いところであれば、自分も行ってみたいなっていうふうに思うか、あとはちょっと、その動画だけでは詳細がわからないので、
なんか実際確認してみたいなみたいな、なんかそういう気に駆られるわけよね。だからなんだろう、その旅行の動画だけ見てて、なんか行った気分になって満足っていう感覚は、私にはないんだけどさ、なんかそうらしいんだよね。なんか動画の普及のおかげで日本人がなんか旅行行かなくなったみたいな感じのまとめになってんだけど、そうなのと思って。で、まあ、その人たちが見てる動画っていうのが、なんかもう本当、旅行先の風景だけを流しててほしいとか、なんかその、動画の撮影者の顔とかいらないとかさ、なんかね、散々だったよね。散々だったんで、なんかもう本当、この人たちに動画見られたくない。この人たち動画見られたくないな、みたいなね。なんかそんな気分になっちゃったけど、なんかそうなのかなと思って、世の中的にはそうやって旅行先の風景だけ流してる方のが需要があるんですかねなんていうふうに思ったんだけど、いや、でもほら、今までね、今の私のこの動画のスタイルになる前はさ、やっぱり出かけた先の情報をさ、まあ、これから行く人のなんかね、参考になればいいかなと思って、やっぱりさ、もともと上げてたけどさ、そんな動画全然再生されないよ。ね、全然再生されないけどね。なんかもうほんと好き勝手なことよく言ってんな、みたいなね。そんなそんな感じだったけど、なんかそんなコメントばっかりだったんで、そうなんみたいなね、感じ。だってみんなスーツさんとかさ、楽しんで見てるんじゃないのと思って、あれはだってほら、スーツさんいなきゃね、良さなくないって思うんだけど、ね、違う。情報だけ取ってんのみんな。っていう感じね。ペーターはさ、散々ですな、そうなんだよ。なんかもう、っていう感じで。そうなんって思ったんだよね。ペーターさん、よほどうまく作らないと再生されないでしょうね。そうそうそうね。本当その映像だけっていうのは、なんだろう、綺麗なね、もう本当綺麗な景色とかでないと、よっぽど綺麗な景色とかでないとって思うんだけどさ、だからそんなんばっかりずーっとは繋がらないわけじゃんか。んなところばっかりね、だから旅行に行ったら必ずそうっていうわけでは絶対ないと思うんだけど。そっか、でもそれを見るから、まあ旅行行った気分で満足でもいいやってことになるのか。なるほどな。天玉さん、スーツさんみたいに鹿せんべいあげに奈良に行きたいね。そうだよね。だからああいうの見てて、あ、行きたいな、みたいに、私もそれやりたいな、みたいにさ、なるわけじゃん。なんかね、動画だけ見てて、旅行行った気分になって満足っていうのは、なんか私の感覚的にはないんだけど、まあね、いろんな人いるから、そっか、私の感覚は普通じゃなかったんだっていうことで OK ですかね。ねそういうことですかね。で、あとは何の話したらいいんだろうな。あとは今日は何があったっけ。雨降ってた。雨降ってて、ゴミ出しして、で、スーパー行ったんだっけ。スーパー、キャベツ買ったか。そう、キャベツ買った。なんかレタスが、なんか30%引きのシールよく貼られてたよなと思って、で、レタス買おうかなと思ったんだけど、30%引きのシール貼られてもさ、レタス高いんでさ、今。だから30%引かれたところで、これ別になんか買う気しないなと思って買わなかったんだよね、今までね。だから今日はなんかそれでもいいから、レタスでも買おうかなと思ってさ、スーパー行ったら、今日はね、貼られてなかったっけ。で、ちょっと正規の値段で、この値段でレタスはちょっと買いたくない。300円ぐらいするわけ、今。でさ、レタス一玉300円ぐらいするからさ、だから3割引きになったところで200円でしょと思うとさ、
なんかレタス一玉で200円ってさ、お腹いっぱいになんないじゃんか。なのに、ね、正規の値段払うのかと思ったら、ちょっとね、と思って。で、今日はいいかなと思って別にね、無理に買わなくたっていいしね、と思って。買わずに帰ろうかな、なんていうふうに思ったんだけど。なんかいつの間にか30%引きのシール貼られたのか、それと見逃してたのか知らんけど、なんかキャベツがね、30%引きのシール貼られてたんだよね。で、まあキャベツもさ、150円ぐらいするんだけど、半玉でね。半玉で150円ぐらいするんで、で、よそのね、その、八百屋とか、あとちょっと遠いスーパーとか行くとさ、半額のシール貼られたりとかするんで、それに比べるとちょっと割高ではあるけど、今日は雨降ってっからね、なんかあんまりちょっと外遠くには行きたくないんで、じゃあいいかと思ってね、キャベツを、買ってきました。買ってきたけど、それでございますよ。それで終了でございますよ。料理はしておりません。野菜は相変わらず高いですね。そうそうそうね。なんかね、値段がほら、しょっちゅう上がったり下がったり、上がったり下がったりするから、なんかね、下がったタイミングのやつ、まあ、旬の野菜だったらね、安くなったりとかするから、そういうのをね、変えたらなっていうふうに思っていくんだけど、全然ね、全然なんかもう値段高いまんまなんだよね。さらに上がったみたいな。昨日よりなんか高くねみたいなさ、そんな感じだよね。カニタンさん、リアルを捨ててバーチャルで OK の人が増えているんですかね、不思議ね。そうだよね。私もさ、そんな感じなんだけど、なんかその動画ではね、そんな感じで、なんか日本人のことを紹介されておりましたね。まあ、その動画が特殊だったのかもしれないけどね。てんたまさん、近所のスーパーでも今はもやしが売れに売れてます。そうだね。もやしだけは値段大して上がってないもんね。昔はなんだろう、もやし19円で売られてたりとかするスーパーもあったけど、ただ私はあんまりそれに出くわしたことないかな。だからなんだろう、業数的な、もともといつも安い値段で売ってるよっていうお店だと、なんかもやし19円とかで売ってたみたいだけど、うちの周りにそういうお店なくってさ、なんか東急みたいな普通のスーパーなんで、そうすると、まあ、もやし24円とかだったっけな。で、今27円とかなんでさ、もやしすげえよな。値段あんま変わんないもんね。もやしもね、なんか値上がりするみたいなニュースが前にあったような気がするんだけど、なんか値上がりしてない気がするんだけどな、もう、もともといくらだったんだろうって思うんで。そうすると、だから多分24円ぐらいじゃなかったっけと思うんだけど、なんか今27円ぐらいだったかなと思う。ただほら、消費税がね、10%近くね、今取られるからさ、前とはね、総額が違うけどって感じ。吉井さん。レタスも高いですが、トマトも高い。そう。トマト一玉199円だからね。嘘だろって感じよな。てんたまさん、トマトも高いですね。そうそうそう。で、うちのさ、家庭菜園のプチトマトな、プチトマトとは言ってもさ、もうで、実がちっちゃいからさ、もうほんとマイクロトマトですかって感じなんだけど、それがね、まあ一個まだ緑色だったんで取ってなかったやつが赤くなってて、で、まあ一個だけでもね、なんかしょうがないからと思ったんだけど、昨日だったかな、その朝水揚げするときにさ、なんか、取って食べたんだよね。いやー、うまいなーと思って。だからこの前もその、料理の、ね、動画で飾りに乗っけたやつの時もさ、うまいなーって思ったんだけど、すっごい甘いんだよ。すっごい甘くてさ、ちっちゃいんだけど、美味しくて、いやー、もうちょっとできてくれないかな。
もうちょっとできてくんないかなと思うんだけどね。今のところゼロですねって感じでね。まだまだ生きてますけどな。で、今日朝さ、そのトマトのさ、なんかちょいちょい枯れてんだよね。ちょいちょい枯れてるんだけど、だからすぐ取れるやつは取るんだけど、取れないやつもあって、それは枯れっぱなしでくっついてんだけど、なんかそこにさ、すげえやたらまっすぐな茶色いやつがくっついてて、で、何これと思ってさ、なんかミノムシみたいな、これ虫かな嫌だなと思ってよく見てたらさ、トンボだったわけよ。で、羽がほら透明だから見えなくて、その胴体のところだけがさ、見えたわけよね。で、それほら胴体はさ、虫じゃんか。ね、だから思いっきり虫だからさ、いやー、虫かーと思って嫌だなーと思ってたら、トンボだったんで、あ、トンボが止まってんだと思ってさ、なんだ、トンボトマトに止まるんだ、へえと思って。なんか最近、時々茶色っぽい、なんだろう、三角定規みたいなさ、形の蝶々がいるわけよ。なんか地味な、なんかしじみ蝶っぽいんだけど、しじみ蝶は、なんだろう、シルバーっぽい色なんだけどさ、それは茶色っぽい。で、まあ、羽が閉じてるんで、蛾ではなくて蝶々だとは思うんだけど、ただまあ、色的に蛾に近い感じの蝶々がさ、なんかよくトマトに泊まりに来てたんだよね。で、あ、トマト好きなんだ、この子は。へえ、なんてふうに思ってたんだけどさ、それがよく止まってて、あ、また止まってるな、みたいな感じだったんだけど、なんか今日はトンボが止まってた。トンボ止まるんだ、へえ、と思ってね。なんかこういうところで休んでるんだな、虫たちはって思ったね。吉井さん、レタスも高いですが読んだ。テンタムさん、こちらはもやし、1袋29円ですね。まあ、似たようなもんだよね。が29円かもしれない。前20円、7円だったのが29円にもしかしたら値上がりしてんのかもしれない。全然もやしはね、買ってないんだよ。もやしは買ってないんだよな。ほら、もやしって生で食べれないっていうかさ、豆だからね、茹でて火にかけないとね、食べれないじゃん。で、ね、暑かったからあんまり火使いたくないなっていうのもあってさ。で、まあ食べてなかったっていうのもあるし、もやしってほら割引しないじゃんか。他の野菜ってなんだ、その割引のシールが貼られて、ああ、なんかちょっとお買い得みたいなさ、気分になるんだけど、もやしってそれないんで、それないんでね。だからどうしてももやし食べたい時だったら買うんだけど、まあそういうことがない限りは、まあめんどくさいんでね、調理がな。買わないんだよね。でもそう、もやしは売れに売れておりますね。もう常になんか補充されてるし、ね、なんかなくなってるしみたいな。ちゃんと新陳代謝が早いっていうの。まあだからね、割引のシールも貼られないよみたいな。まあ多分そういう感じなんだろうなっていうね、思いますよな。あとは何だったかな。と何の話だったかな。そうで、今日、そのね、キャベツの30%引きのシール見つけたときに、はぁと思ってさ、なんかあんまり考えず、これ買うかと思って、ね、掴んで購入したんだけどさ、なんかその時間、急に人がね、増えだしたわけよね。なんか普段だったらさ、誰もいなくって、お客さん誰もいなくって、従業員の方が数多いみたいな感じなんだけど、なんか今日すっげえ人がどんどん入ってきて、なんだ、何事かっていう感じだったんでね、なんかついつい、あまり考えず、パッとキャベツ掴んで買っちゃったけどさ、みたいな感じだったんだけどね、今日は何だったんだろうな。なんであんな午前中の中途半端な時間っていうのかな。10時ぐらいかな。だけどね、なんか急にいっぱいになっちゃったんだよね、人がね。あとは何があっ
ったかな。今日は何がありましたかね。今日は何の日？ 10 月5日。10月5日は何の日？ネタが思いつかないぞ。今日は何したっけな。乳麺を食べたな。乳麺食べて、そうで、去年ね、栃木で買ったあんこジャム、あんこといちごのジャムがあって、で、あんこのといちごのジャムっていうのが気になって買ったのだったんだよね。で、それが賞味期限が切れてるはずだと思って、じゃあそれをね、使おうと思って、昨日蜂蜜全部使い切っちゃったけどね、蜂蜜食べちゃったんで、じゃあパンにつけるのどうしようかなと思って、じゃあようやくあれの出番かと思ってさ、去年買ったいちごあんこジャムを、食べました。食べましたけどね、なんかあんまりって感じだったね。なんかあんこならあんこの方が美味しいし、で、いちごジャムならいちごジャムの方が美味しいなと思って、で、ほら、いちご大福的な感じでね、思ってたわけよ。いちご大福だと美味しいじゃんか。あんこにいちご入っててさ。なんかね、だから美味しいだろうと思って、で、買ったんだけど、なんか思ったよりっていう感じだったかね。なんか残念だった。最近残念続きだな。だから、そうかと思って。買って覚えたからね、よかったっちゃよかったんだけど、ね、いちご大福は、いちごだし、いちごジャムじゃなくて、いちごだし、で、あんこだし、で、大福だから餅だしね。だから、それがうまいんであって、ね、ジャムとあんこを混ぜたところで、そんなにっていうことなんだなっていうことを覚えました。でもさん、賞味期限大丈夫でしたかね、そうなんだよ。賞味期限が。あれ、なんだっけ。島の光の方か。あれ、島の光は3年持つとか言ってたよね。そうじゃなくて、その、いちごジャムの方な。いちごあんこジャムは、確か、賞味期限が割とうちで備蓄してるジャムの中では長かったんで、だから最後まで残ってたんだよね。他のやつからね、いちごジャム、ブルーベリージャムかなとか、あと、マーマレードとかを、最初に備蓄したんだけど、それが最初に賞味期限を迎えるから、それはもうね、だいぶ前に消費してて、で、なんだっけ、いちじくジャムがあったんだね。去年千葉に行った時の、いちじく狩りに行った時のジャムがあって、で、それも賞味期限が、なんか去年の11月だったかなに迎えるはずだと思ってて、で、今年早々ぐらいに消費したんだったっけなと思うんだけど、で、そのあんこジャムが5月ぐらいだったかな、賞味期限。なので、6、7、8、9、10月か。だから5ヶ月ぐらい過ぎてる感じ。1年以上経過してると味があれかもしれないと思うけど、1年以上は経ってないんで、別に大丈夫でしょう、みたいな。そんな感じよ。あんまりね、保存食の賞味期限は気にしてない感じよ。テンタはさ、島の光は2年ですね。ね、なんか言ってたよね。で、保存方法にさ、たまに天日干ししてくださいとか書かれてたからさ、めんどくせえな。めんどくせえなと思って、その前に食べきった方がよくね、みたいな、そんな感じなんでな。島の光は、消費は全然、賞味期限、以内には食べちゃうだろうけどっていう感じ。てんたまさん、天日干しはしなくていいですよ。じゃあ、あれか、影干し影干ししろって書いてあったのかな。なんかね、外に広げてくれみたいなこと
書かれてたけどな。でもさ、普通に冷暗所に保管しておいていただければ、あ、冷蔵庫だった普通に常温に保存してたけど。吉井さん、ジャムはブルーベリージャム手作り体験をして簡単にできるので、とても感動しました。別に簡単ではあると思う。ただその保存するために瓶詰めにする、瓶の煮沸ながめんどくさいっていうのと、あとはそれね、失敗すると、去年だっけ、今年だっけ、黒豆のね、煮物の瓶詰め、発酵事件。発酵腐敗事件があるのでな。それがね、ちょっとヒヤヒヤするよって感じなんだよね。てんたまさん、涼しいところで、はい、涼しくなってきたので、そろそろ大丈夫でしょうっていうか、もう食べきりそうな勢いでございますよ。というわけで、本日も武田ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時くらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャーを投げといていただけると私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければお友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで、本日はお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。